残暑で体がだるい。食欲がなくて何もする気が起きない。まるでスマホの充電が 100% あるのに動きが鈍い時みたいな状態です。おいおい、何サボってんだよタイ。外は蒸し暑く、屋内はエアコンで冷えすぎ、もう体温計もどっちに合わせればいいのと混乱してます。自律神経も俺たちの夏休みはまだ終わらないと勝手に休業モード。日常的な運動が大事だと分かっていても、猛暑の屋外で走るなんてもはやサウナでマラソンしてるようなもんです。そりゃ危ない。そこで注目されているのが24時間営業のフィットネスジム。涼しい室内でランニングマシンや筋トレマシンが使い放題。コンビニみたいにいつでも行けて、しかも太らない。いや、むしろ痩せるコンビニ。さらに通勤途中にさっと寄れる店舗も多く、混雑状況がアプリで見られるジムまで登場。今ならベンチプレス空いてますとか UBEREATS みたいに通知してくれたら最高なんですけどね。ではここから実際に残暑の時期にジムを活用した人たちの体験談をご紹介します。体験談1、驚き。30代男性、営業職。2024年の残暑が続く9月、近所にできた24時間ジムに入会しました。会費は月7000円台で、仕事帰りに寄れる気軽さが魅力でした。しかし初日から驚かされました。夜10時過ぎに行くと、狭い店内に利用者が集中し、ベンチプレスやランニングマシンは順番待ち。深夜に行っても混んでるって、どこのテーマパークですか？無人店舗のためマシン利用のマナーが悪く、汗だくのままベンチを占領する人もいました。いや、そこは汗拭きシートの CM みたいに爽やかに行こうよ。エアコンは効いていましたが、室内がやや蒸し暑く感じられ、残暑バテ気味の私にはこらえました。結局、この日はダンベルとストレッチだけで帰宅。帰り道に、運動習慣を続けるには時間帯を工夫する必要があると痛感しました。二度と夜のピークには行くまいと決意した夜でした。体験談2、驚き。20代女性、保育士。子供たちと外遊びが減る残暑の時期、体力維持のためコンビニ型ジムに入会しました。月額2980円、税込み3278円という破格の料金に惹かれましたが、利用してみると意外な壁がありました。汗をかいた後にシャワーを浴びられない店舗が多く、夏場は衛生面が気になってしまうのです。汗かいてそのまま帰宅。逆に耐久レース。また、セルフエステや脱毛の個室に興味本位で入ってみると、予約制で常に埋まっていて利用できず、ちょっとがっかり。安いけど、秋はプレミアムプラン級。さらに、スタッフ不在のためマシンの不具合に気づいても直せず、レッグプレスが壊れたままになっていることもありました。安さの裏にはこうした不便さがあることを知りました。それでも、夕方の空いた時間帯に行くと、涼しい室内で30分だけ有酸素運動ができ、仕事帰りの疲れが楽になるのを実感しました。体験談3、驚き。50代男性、公務員。数年前から運動不足を感じていましたが、2023年の残暑は特に体が重く、医師からも週に2回は運動をと言われました。思い切って24時間ジムへ。最初は軽いジョギングをとランニングマシンに乗ったものの、室内は意外と湿気があり、汗が大量に出ました。ふと足元を見ると、他の利用者の汗が床に垂れて乾いておらず、靴が滑ってヒヤッとする場面も。ヒヤッじゃなくてズルの危険性。スタッフがいないので自分で雑巾を探して拭きました。翌日からはタオルと除菌シートを持参し、自分のスペースを掃除してから使うようにしたところ、快適さが全く違うことを実感。この経験から、無人ジムでは利用者自身が環境を整える意識が必要だと学びました。体験談4、驚き。40代女性、看護師。夜勤明けに通えるジムを探し、24時間営業のクラブに入会した私。静かな時間を狙って早朝5時に行ってみると、なんと同業の看護師やタクシードライバーで満員。
みんな考えること一緒。ランニングマシンは埋まっており、仕方なくスミスマシンでスクワットを始めました。ところが途中で別の利用者が早く終わってくださいと声をかけてきてびっくり。朝5時から筋トレ元気すぎ。無人店舗ゆえにマナーを自律的に守る必要があることを痛感しました。それでもその後、利用者同士でどの時間帯が空いているか、使い終わったら拭きましょうと自然に声を掛け合うようになり、コミュニティが生まれたのは予想外の収穫でした。体験談5、驚き。60代男性、退職者、リタイア後、残暑の散歩は暑すぎるため、自治体のトレーニング室、市民体育館へ行くことに。利用料は1回300円と安く、エアコンも効いて快適でしたが、夏休みの学生で混み合っており、高齢者が使えるマシンが限られていました。さらに、器具の調整方法がわからず戸惑っていると、近くにいた高校生が丁寧に教えてくれました。ジェネレーションギャップ、ここで解消。世代を超えた交流に驚きと嬉しさを感じ、若い人と話すと気持ちも若返ると実感。この日を境に午後の空いている時間帯に通うようにして、季節の変わり目の体調不良も少なくなりました。体験談6、共感。30代女性、会社員。2024年8月、連日の猛暑で仕事にも集中できない日々。なんとか体力をつけようと、帰宅後にコンビニ型ジムへ、冷房の効いた空間でストレッチをしていると、同じく30代の女性が、残暑バテで食欲が出ないんです、と話しかけてくれました。お互いの体力ゲージ、もうレッドゾーン。彼女は週に2回の運動を習慣にしてから疲れにくくなったそうで、私もその言葉に励まされました。スタッフはいませんが、利用者同士で声を掛け合いながらトレーニング方法を教え合い、気がつけば汗もしっかりかいて心がすっきり。帰宅後は食欲が戻り、体が軽く感じられました。週2回以上の運動が夏の疲労感を減らすという調査結果を思い出しながら、継続する決意が芽生えた瞬間です。体験談7、共感。20代男性、大学生。夏休みにアルバイト三昧で体がだるく、遊ぶ元気もない。友人に誘われ、月額制の24時間ジムに通い始めました。最初は筋トレ初心者で器具の使い方もわからず緊張していましたが、ジムに備え付けのアプリでトレーニング動画を見ながら挑戦できたので一安心。説明書より動画の方が100倍わかるやつ。ランニングマシンで汗をかくと心拍数が上がり、ストレスが発散されていくのがわかります。授業の空き時間や夜にサクッと通えることで、生活のリズムも整ってきました。同じ大学生に会うと、みんな残暑の疲れ対策に来ていると知り、お互い励まし合って続けています。体験談8、共感。40代男性、自営業。夏は繁忙期で残業続き、食欲もなく、眠りも浅くなっていました。近所のフィットネスジムでパーソナルプログラムがあると聞き、週1回のパーソナルトレーナーの指導を受け始めました。料金は月1万円弱と安くはありませんが、専門家が有酸素運動30分と筋トレの組み合わせを提案してくれ、体調に合わせて負荷を調整してくれるので続けられます。やっぱりプロの処方箋は効き目が違う。トレーニング後は爽快感があり、夕食がしっかり食べられるように、翌朝の目覚めも良くなり、仕事の集中力も向上。投資した金額以上の価値を感じています。体験談9、共感。50代女性、介護士。夜勤が多く、夏は睡眠不足で常に倦怠感。医師から体力をつければ巡回が楽になるとアドバイスされ、職場近くの24時間ジムに入会しました。施設は無人でしたが、昼間に行くと利用者がほとんどおらず、自分のペースでトレーニングできました。貸し切り状態、ちょっと VIP 気分。最初はウォーキング10分程度から始め、徐々に負荷を上げました。3週間ほど経つ頃には、階段を登っても息切れしにくくなり、夜勤中の眠気も減少。汗をかいた後は更衣室で着替えて帰るためシャワーがないことも気になりませんでした。運動を習慣にすると自律神経が整うと感じ、
同僚にも勧めています。体験談10共感。60代女性ヨガ講師。真夏は教室が休みになるため自分の体力維持に悩んでいました。そこで生徒に誘われて月額に980円のコンビニ型ジムに通うことに。最初は機械に戸惑いましたが、タブレット端末に表示される説明を見ながら運動すると意外に簡単。マシンも案外デジタル先生には弱い。空調が効いた室内でマシンを使うとヨガとは違う筋肉が刺激され汗がじわっと出ます。クールダウンにマッサージチェアやストレッチスペースを利用できるのも嬉しいポイント。残暑の時期に定期的な筋トレを取り入れると秋のレッスン再開時には例年よりも疲れにくくなり生徒への指導にも良い影響が出ました。体験談11改善。40代男性教師。学校の夏休み期間中いつもなら部活動の指導で体を動かしていましたが、酷暑で活動が制限され運動不足に。近所の公立体育館で利用料200円のトレーニング室を見つけて通い始めました。エアコンの効いた環境でエアロバイクや筋トレマシンが使え、利用者も少なく快適。この快適さ200円で売っていいの？数週間続けるうちに授業準備で座りっぱなしの日でも腰痛や肩こりが減りました。何より運動後の爽快感と達成感が精神的なリフレッシュになり、夏バテの憂鬱感が軽減。安価な市民施設でも十分に効果があると実感しました。体験談12改善。30代女性フリーランスデザイナー。自宅で仕事をしていると冷房の効いた部屋から一歩も出ずに1日が終わってしまうことが多く、残暑には特に体がだるくなっていました。そこで午後3時に必ず近所のジムで30分間体を動かすワークアウトタイムを設定。月額会費はかかりますが強制的に外に出るきっかけになり仕事の区切りにもなります。午後3時のチョコならぬ午後3時のジム。ランニングマシンで汗をかくと頭がすっきりし、帰宅後のクリエイティブ作業がはかどるようになりました。週に2、3回のジム通いを続けたところ、残暑にありがちな睡眠の質の低下も改善し、朝の目覚めが良くなりました。体験談13改善。20代男性フリーター。夜型の生活を送っていた私は、2024年夏に体調を崩しがちで、昼夜逆転がさらにひどくなっていました。友人に勧められて24時間ジムの会員になり、毎朝7時に30分の運動を習慣化することに。最初は眠くて辛かったものの、ランニングマシンで走ると汗とともに目が覚め、早朝の達成感が1日のリズムを整えてくれました。朝活ってやればできる子だったんだ。2週間ほどで夜も自然に眠れるようになり、食欲も戻って体重が安定。運動が生活習慣の軸になることを実感しました。体験談14改善。50代男性自動車整備士。夏場は工場内の温度が高く、日中の作業で大量の汗をかきます。それでも体力維持と腰痛予防のために仕事後にエアコンの効いたジムで筋トレを行っています。月会費は9000円前後ですが、全国の店舗が利用できるので出張先でも運動できる点が助かります。まるで筋トレの全国ツアー。初めは疲労感が強かったものの、トレーナーに教わった正しいフォームでスクワットやデッドリフトを続けるうちに腰痛が軽減。残暑でも翌日の仕事が楽になり、食事も美味しく感じるようになりました。体験談15改善。40代女性主婦。家事とパートで忙しく、自分の時間がほとんどない私。夏場は食欲不振で体重が落ちていましたが、夫と一緒にコンビニ型ジムに通い始めました。夫婦で協力して夕食後の30分を運動時間と決め、軽い筋トレやエアロバイクを楽しんでいます。運動後は夫婦でプロテインを飲みながら会話をするようになり、夫婦仲も良好に。筋トレと夫婦関係、まさかのセット効果。秋には食欲が適度に戻り、体調が安定。運動を一緒にすることがコミュニケーションにもなることを実感しました。体験談16感動。70代女性年金生活。
若い頃から運動は苦手で、夏は特に体がだるく外出もしませんでした。友人に誘われ、自治体の健康増進センターのシニア向けトレーニング教室に参加。インストラクターが丁寧に説明してくれ、無理のない範囲で筋トレやストレッチを行いました。エアコンが効いた室内で、同世代の仲間と一緒に笑いながら体を動かすと、自宅では出せないほどの汗が出て爽快でした。笑いながら汗かくって最強コンボ。数ヶ月通ううちに膝の痛みが和らぎ、外出が億劫ではなくなりました。孫と公園へ出かけても疲れにくく、残暑の散歩も楽しめるようになり、人生が豊かになったと感じています。体験談17、感動。60代男性、農家。夏は農作業で体を酷使しますが、秋に入る頃には疲れが取れず、秋バテになりがちでした。地元の農協が運営するトレーニング施設に通い、作業後にエアロバイクやストレッチを行うようにしたところ、腰や膝の痛みが軽減。何より驚いたのは、他の農家仲間と情報交換ができる場になったことです。ジム版朝一、状態。何を育てているの？この機械は腰に効くよ、と会話が弾み、孤独感がなくなりました。運動の効果と仲間との交流で心身ともに軽くなり、残暑を乗り切る力がついたと感じています。体験談18、感動。30代男性、IT エンジニア。長時間のデスクワークと夏の室内外の温度差で体調を崩しがちな私は、夜中にふと24時間ジムに立ち寄りました。静かな空間でランニングマシンを走っていると、画面に映る自分の姿が汗に濡れていくのを見て涙が出そうになりました。自分のための時間を持つのはいつ以来だろう、と。夜中に泣けるジム、なかなかレア。30分後、心拍が落ち着き、頭がクリアになる感覚に感動。毎晩の習慣にすると、仕事のストレスを翌日に持ち越さなくなり、残暑でも前向きな気持ちで過ごせるようになりました。体験談19、感動。20代女性、大学院生。研究で夜遅くまで実験が続き、夏は特に生活が乱れていた私。指導教授から運動は脳の疲労回復に良いと聞き、半信半疑で近所のフィットネスジムへ。トレッドミルで汗をかき、ストレッチでクールダウンして帰ると、不思議と実験のアイデアが湧くようになりました。脳みそにもプロテイン補給。ジム帰りにコンビニで買うヨーグルトがいつもより美味しく感じられ、残暑のだるさも和らぎました。学会発表の前夜も20分だけ運動し、緊張がほぐれて良い発表ができたことは忘れられません。体験談20、感動。40代女性、書道家。夏の間、冷房の効いた部屋で筆を持ち続けると肩こりと頭痛がひどくなり、創作意欲も低下していました。友人の勧めで、市民体育館のプール付きトレーニング室に通い始めました。涼しい水中でのウォーキングやアクアビクスは、体への負担が少なく、心地よい運動でした。プールで体がほぐれた後にストレッチをすると、肩こりが嘘のように軽くなり、夕食も美味しくいただけるように。筆だけじゃなく、心も走り書きモードに。帰宅後に筆を握ると、文字の線に迷いがなく、作品への集中力が戻ってきたのです。残暑に負けず創作活動を続けられる喜びに、涙があふれました。まとめ、全体の要点。よくある行動、反応パターン。残暑のだるさや食欲不振をきっかけにジムに入会する人が多く、忙しい人ほど夜間や隙間時間を活用している。運動後の爽快感に魅力を感じ、週に2回程度の短時間運動を継続することで体調が改善するケースが目立った。意外と多かった行動、知られていない注意点。無人ジムではマナーや衛生管理が利用者任せになり、混雑やマシンの故障に戸惑う体験談が多かった。早朝や昼間など混雑しない時間帯を選ぶ工夫や、自分で除菌シートを持参するなどの準備が快適に利用するコツとされていた。教訓、気づき。運動習慣は残暑バテ対策に有効で、週2回以上の30分運動が疲労感の軽減に寄与する。ただし、設備やサービスには価格なりの差があり、
安さ重視のジムでは設備や清掃が不十分なこともあります。一方、パーソナルトレーニングやシニア向け教室など、自分に合ったプログラムを選ぶと継続しやすい。おすすめできる人、できない人。残暑バテ対策として短時間で汗をかきたい人。仕事や家事の合間にリフレッシュしたい人。屋外での運動が苦手な人には24時間ジムが向いています。逆に、本格的なトレーニングやプール、スタジオレッスンを求める人。マシンの衛生状態に敏感な人には総合型スポーツクラブや友人施設の方が安心です。それではまた次回のリアルボイス図鑑でお会いしましょう。あなたの初めてが後悔のない一歩になりますように。